こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で30冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、フォローやコメントなどお待ちしています。さて、今日のテーマはですね、生活コストを下げることで人生をイージーモードにする方法についてお話ししていきます。皆さん、ぶっちゃけ今の生活、生きづらさを感じていたりしませんか？多くの人は今の生活を維持するため、あるいはお金をたくさん稼ぐために毎日必死に努力していますよね。でも、実は収入を増やすことよりも支出を減らすことの方が圧倒的にコスパがいいんです。ミニマリストになると、本当に人生の難易度がぐっと下がってイージー化するんですよね。今回は生活コストを下げて人生に嫌なことは断れる権利、つまり拒否権を持つ方法についてじっくりお話しします。まず最初のポイントは、固定費を削ることは自由を買うことというお話です。僕は現在地方都市の隅っこで月に11万円ほどで暮らしています。でも昔東京にいた頃は家賃だけで毎月8万円も払っていたんですよね。これってよく考えると、月の半分近くの労働時間をただ家賃を払うためだけに費やしていたわけです。そこから地方に移住して生活コストをミニマムにしてみたら、驚くほど心が軽くなりました。固定費を削るということはケチケチ生活をするということではなくて、シンプルに自由な時間を買うことと同じなんです。家賃、通信費、保険、なんとなく続けているサブスク、これらを徹底的に見直すだけで、人生の損益分岐点はぐっと下がります。最悪、月11万円あれば生きていけるという確信があれば、会社で嫌な上司に頭を下げたり、不毛な残業に耐えたりする必要はなくなります。この最悪、いつでもやめられるし、逃げられるという感覚こそが、僕たちにとって最大のメンタル防衛術になりますよ。でも、こう言うと月11万円なんて我慢ばかりの貧しい生活じゃないのって思う人もいるかもしれません。実は全くの逆なんです。僕は今、月11万円のコストで、まるで王様のように快適に暮らしているなぁと感じています。じゃあ、何を削っているかというと、無駄な外食とか見栄を張るためのブランド品だけなんですね。自分でゆっくり入れるお気に入りのコーヒーや、図書館で静かに読む本、天気のいい日に近くの公園を散歩する時間、これらはすべてお金がほとんどかからないほぼ0円の娯楽です。でも心の底から満たされるし、幸福度はめちゃくちゃ高いんですよね。僕はこういう身近にある小さなお金をかけない幸せをマイクロドリームと呼んで、毎日しっかり回収しています。日常の小さな幸せを毎日たくさん積み上げれば、1日の満足度は簡単に100点になりますよ。生活コストを下げる最大のコツは、固定費といういわば息をするだけで発生するコストを最小化することです。食費を無理に削ってひもじい思いをするより、家賃の安い部屋へ思い切って引っ越す方が100倍効率的です。そうして浮いたお金を NISA などの資産運用に回していけば、将来への不安もどんどん消えていきます。それから、僕たち HSP の人間にとって最大のノイズになるのが、人からどう見られるかという周囲の視線です。周りに遅れを取らないように高い服を買い、トレンドを追いかけ、気が乗らない飲み会でも無理して話を合わせる。これらはすべて自分をよく見せようとする見栄の資質であり、同時に脳の CPU を激しく消耗させる原因になります。だから僕は今、クローゼットの中にある服を黒い服13着だけで統一しています。全身ユニクロなんですけど、ぶっちゃけこれで十分に清潔感もあるし、おしゃれだと思っています。周りからはたまにですが、毎日同じ服を着ていて飽きないのと聞かれることもありますが、これがもう快適すぎて元の生活には戻れません。毎朝、今日何を着ようかなと選ぶ決断の回数をゼロにしたことで、脳のメモリがどっと解放されました。他人の期待に応えるのを思い切ってやめると、その分自分が本当にやりたいことにエネルギーを集中できるようになります。
まずは他人の視線という承認欲求を断捨離して、自分の半径1メートルの平和だけを大切にしていきましょう。そうなってくると、働き方についてもガツガツ稼ぐ必要がなくなってきます。今の僕は週休3日というかなりゆったりしたペースで働いています。気が向いた時に Uber Eats の配達で体を動かしながら最小限だけ稼ぎ、あとは家でコツコツと自分のペースで執筆活動をする生活です。ガツガツ働いて競争に勝ち抜いてタワマンに住むようなジェット飛行の人生は僕には向いていませんでした。地面のすぐ上高度1メートルくらいを飛ぶ低空飛行なら万が一何かにぶつかって墜落しても大きな怪我はしません。疲れたなと思ったらいつでもすぐに着陸して木陰でゴロゴロ昼寝をすればいいんです。世間一般の出世や競争という終わりのないレースから戦略的に一歩引くこと、周りのスピードに合わせるのではなく、自分に合った心地いい行動を見つけることが長く快適に生きるコツかなと思います。特に誰かからの細かい指示に怯えるようなクライアントワークに依存せず、Amazon やノートといったプラットフォームを活用して個人で稼ぐ、この自分の裁量だけで完結する働き方は、内向型や HSP の人と相性が抜群にいいですよ。もし今の生活になんだか息苦しさを感じているなら、何か新しいことを足すのではなく、今あるものを引くことから始めてみてください。一発逆転を狙って新しい資格の勉強を始めるのもいいですが、使っていないサブスクを今すぐ解約する方がよっぽど簡単で効果があります。部屋をおしゃれにしようと高級な家具を買うより、部屋に溢れているガラクタをメルカリで放流する方が部屋も心もすっきりします。有名な芸術家ミケランジェロは大きな石の塊から余分な部分を少しずつ削り落とすことで美しいダビデ像を作ったそうです。僕たちの人生も全く同じで、余計なノイズや見栄を削ぎ落とした先にこそ本当の自分が現れます。ここ1年くらい全く使っていないものは、あなたの人生のスペースを無駄に奪っている不法占拠者です。持ち物を減らして身軽になればなるほど、フットワークは軽くなり、新しい楽しいチャンスも自然と舞い込んできます。まずは今すぐできることとして、スマホの中のいらない写真の整理や、不要なメルマガの解除から始めてみてください。少しずつ、あなたの人生をイージーモードにシフトしていければ、それで100点満点です。というわけで、今回は生活コストを下げて、自分だけの拒否権を手に入れる方法についてお話ししました。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。フォロー、コメントいただけると嬉しいです。また、スレッズやノートなど各種 SNS も更新しているので、概要欄も覗いてみてください。ミニマリスト田中でした。バイバイ。